許せない人がいます。はい、どうも漁師正人です。サブチャンネルにてですね、こういう動画を上げさせてもらったんですけれども、そこに対するですね、ある視聴者さんのコメントがね、本当にひどすぎて許せないという、状況になってます。まあ今はちょっとね笑ってますけれども、それを最初見た時はですね結構衝撃的な気持ちになったのを覚えてます。はい、ということでそのコメント、全文はちょっと、はしょらせていただきますけれども、軽く皆さんにお見せします。まずいきなりですよ、他の漁師さんに比べて工夫がないなって思いましたってどういうことやねんと思いますけどね、もうブチギレ案件ですよ。いきなりもう一言目からですねクソアンチコメントなんですよ。確かにですね、私の動画、これあえてなんですけれどもお金の話してます。別にですね、自分の利益だけを語ってるように聞こえたんでしょうかね。はい、この人は。はい。で、この次はね、他の漁師 YouTuber さんを引き合いに出して、あなたは甘えているしか思えない。一部の人たちは知りたいかもしれないですが、あなたが話しているのは原価であり、売価で買う私たちはどれだけぼったくられているか知らされてます。気がめいるだけです。こっちの気がめいるわっていう話なんですけどね。まずですね、僕の売り値ですね、原価喋ってるのは、これは事実なんですけれどもどれだけぼったくられてるか知らされています。まず僕ぼったくってませんし、気がめいるだけです。じゃあ見なければいいんですけれども、はい。なのでこの先もうあなたのチャンネルを見ることはないです。最初で最後のコメントを失礼しました。失礼極まりないですね。もう皆さんね、重々分かってくださってると思いますけれども、もう見たくない動画をもう見なければいいんで、もうただ本当にそれだけに尽きるんです。はい。1億人視聴者さんがいればですね、1億人に感動してもらえる、楽しんでもらうような、動画なんか、これは私絶対作れませんし、ヒカキンさんも作れませんし、宮崎駿も作れないし、スピルバーグも作れないんで、そんなこと無理なんですよ。なので当たり前のことですけど、私は、私の動画をですね楽しんでくださる、今見てくださってるですね、皆さんに見ていただければ、楽しんでいただければと思ってますので、これからもお金の話、じゃんじゃんいたします。で僕がですね、反応したり反論したりするのは、アンチコメント1000件来たら1件ぐらいなので、たまには反論させてください。もしですね、先ほどのアンチコメントで気分害された方がいましたらごめんなさいということで、本編スタートです。どうぞ。どうも漁師正人です。さて今回のテーマなんですけれども、時給に換算するとね2万円、これをですね狙った量を行いたいと思います。で時給2万円はさすがに無理やろってね思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、確かにね簡単なことではありません。ただですね、私の先日の動画で上がってる魚、魚が取れれば時給2万円、夢じゃないんで、まずその映像をねご覧いただきたいと思います。でんでんでんじゃーん年金法なしでこれぐらい、年金法使うとこんな感じになります。はい、ご覧になれたかと思いますけれども、特大のですねヒラメがね前回取れました。でヒラメいくらで売れるんやっていう話なんですけれども、よしこれで OK。ヒラメはね重さは5キロです。で魚ってね基本的には重さ単位で売られることが多いですから、あれだけ大きい個体となるとね1キロあたり2000円ぐらいで売れることになります。ということは1匹あれ1万円ほどで売れます。大体です。大体で今回の量はですね2番から3番ですね、2回から3回鉄の枠を2、30分だいたい漕いで魚を取りたいんですけれども、さっき見てもらったヒラメの捕獲動画、あれとですねもうほぼ一緒の場所を漕いでみたいと思います。全く一緒の場所を漕いでみます。で狙い通りですね、さっき見た座布団ビラメが2匹でも入ってくれれば2万円ですから、1時間あたりで2万円以上の粗利というね計算になるんですけれども、そういった感じになります。ということでね、早速網のついた鉄の枠を放り込んで、20分25分漕いでみたいと思います。さあそれではね気をつけながらやっていきます。気温が5度ぐらいなんで、風も結構あって結構寒いんですけれども、集中して気合い入れてやっていきたいと思います。さあワイヤーはね220メートルぐらい出しました。特大ヒラメを狙うとは言いましたけど、そんな可能性の高いものではありません。結構低いです。ただね、毎回私が言っているように、量は何が起こるか分かりません。何が取れるかは分かりません。何かねトラブルが起こって時
給2万円どころか赤字になる、大赤字になる、可能性も秘めてます。また反対に時給2万円も、可能性としてはゼロではないので、その辺もお楽しみにいただきながらですね、見ていただきたいと思います。爆音を今伴っているので、20分25分後まで飛ばしたいと思います。で今回の一番の狙いは座布団ビラメなんですけれども、あとそれに付け加えてね、2種類ぐらいの魚を狙ってます。その一つが大きいシタビラメです。そしてもう一つがコウイカで、これらを狙いつつですね、この座布団ビラメをワンチャン狙ってるわけなんですけれども、これらシタビラメとコウイカはですね、これより先にはあんまりいなくて、今まで漕いできた海域に多いので、これからね進んでもちょっとその魚影は薄いかなという、それは勘なんですけれども、そういった考えなので、まだ21分2分しか漕いでないんですけれども、ちょっと早めに上げたいと思います。早速上げていきます。クラッチを入れて馬力をちょっと下げて、この紐を引っ張ります。ちょっとね馬力上げて巻いていきます。はい、上がってきたら急いで後ろに行って、よしホールドします。さあ最初に見えたのが皆さん、はい、鉄の枠の爪っていう場所に引っかかってきたんですけれども、これがコウイカです。シタビラメとねコウイカが主な漁獲物ですよって言ったんですけれども、そのコウイカが早速お目見えです。コウイカ、ちなみにこれでね重さ 300g ぐらいなんで、だいたい300円ぐらいでよかったら売れるような、そういった漁獲物です。とりあえず300円ゲットしました。そしたらこれは生かしていきます。さあそしたらね、今度はこのシーカンをこっちの網の後ろについてるシーカンに付け替えて前に行ってもらうと、このですねローラーを使います。でローラーはこの紐を引っ張ると、で軸が回ってるだけじゃ負けないので、ここにあるクラッチを入れるとあのように回って、そしてねこの黄色のロープは映せてますかね、こんな感じで網の方まで巻けるようになってます。さあそれでは皆様お待ちかねの収穫タイム、果たしてね座布団ビラメはいるのでしょうか。さあ早速開けていきます。来い。どうだ。さて袋は2つあるのでもう一回来い。さあ毎度恒例漁師目線カメラでこの漁獲物を映していきます。さあこのように、主に人手なんですけれども、人手の山をかき分けながら捜索を進めていきます。まずお金になる魚見えたのがシタビラメです。シタビラメちょっとちっちゃいですね。キロ単価にするとめちゃくちゃ安い。もう1キロ200円がいいとこです。1キロ200円で 100g しかないので、1匹20円の魚です。ちっちゃいシタビラメ。さあこういったねあまりお金にならない魚も取れます。これはガンゾウビラメという魚ですね。この辺ではデベラって言ったりします。でこういう釣りの下道として有名なエソですね。エソ、こういったのも取れます。さあこれはねコチの仲間です。白ゴチですね。白ゴチ、マゴチっていう魚がいると思うんですけれども、それに非常によく似た、同じねコチの仲間なんですけれど、これは白ゴチっていう魚です。これはちっちゃすぎるのでリリースしていきます。これの重さだとそうですね 200g でキロ単価500円ぐらいなんで、 200g で520、100円かな。これ1匹で100円、さっきのは20円です。全然大きさが違うだけで20円と100円、そういった値段の付けられ方がします。さてシタビラメがちょいちょい上がってきつつですね、捜索進めていくんですけれども、いたよこれでかい。じゃじゃーめっちゃでかいな。これ伝わりますかね。めちゃくちゃでかいコウイカがまた現れました。でこれね水含んでるとは思うんですけど、700g ぐらいあるんで 600g ぐらいで売れると思います。 600g ってでかいな。でキロあたりだいたいよかったら1000円ぐらいするので、めっちゃ水出してますね600円ですね。1匹600円。シタビラメより多分コウイカ取る方がお金になります。コウイカはねシタビラメと比べて重いので結構有利だったりします。これ1匹で600円、重い。
あ、めっちゃでかいのいましたよ。でかさ伝わりますかね。遠近法なしでこれぐらいなんですけど、重さは 300g あるんじゃないですか。300大体ありますね。ちょっと船が揺れ動いてるんですけれども、300g ね超えてくる個体となるとキロあたり良かったらね1000円ぐらいしますから、1匹300円ということですね。300円ゲットしました。シタビラメ。さあ、シタビラメはやっぱりねほどほどいますね。あ、いましたね。危険生物、危ないな。オニオコゼですね。オニオコゼ危ない。めっちゃ危ないんですよこれ。あまりですね慣れてない方は素手で掴まないようにしてください。オニオコゼ、この背びれにね毒があるので気をつけてください。これちっちゃいので逃がします。さあ、こういうねちっちゃい赤エイもいます。お、またコウイカがいた。これは 300g ぐらいなんで300円ぐらいかな。さてさて、シタビラメを拾いつつ、もうね皆さんもお分かりになっていると思いますけれども、なんか大ビラメはいないような気がします。これもね白ゴチですね。これも逃がしていきます。白ゴチ。さあ、シタビラメを拾いつつ、これも 300g ぐらいあります。で 200g。 さあ、収穫は終わりました。一応特大のヒラメ狙ってたんですけれども、特大ヒラメはゼロで、シタビラメはこれぐらい、20匹ぐらい取れたんで、これの重さが大体4キロです。でこの4キロでいくらになるんやって話なんですけれども、先ほど言ったように大きいシタビラメとねちっちゃいシタビラメ、値段結構違うんで、一概には言えませんけれども、平均して500円してくれればいいかなと思います。今日なんかね結構風が吹いてるんで、他の漁師さんもね結構出づらい状況です。で魚市場にも魚少ない状況なんで、魚の値段は他のものの値段と同様に需要と供給量でね価格は決まりますから、でも多分キロあたり500円ぐらいが精一杯だと思うんで、500円の4キロで2000円ぐらいの下ビラメです。でこれと、コウイカはねこの中に生かしてあるので、コウイカのね重さはだいたい 1.5 キロですね。相場1000円ぐらいするので、コウイカが1500円ですね。1500円プラスシタビラメが2000円、合計3500円かなという結果に終わりました。3500円かちょっと少ないな。さあ、それではね早速なんですけれども、仕切り直しといいますか、リベンジも込めて2番網やっていきます。で漁開始からはですね30分ほど経ちました。ちなみにさっきの1番でかかった燃料代は、ざっくり計算しやすいので1000円としましょう。大体それぐらいです。で売上が3500円でしたっけ。3500に対して経費が1000円なので、30分で稼いだお金は2500円です。だから1時間に計算すると5000円かな。時給今んとこ5000円です。ちょっとねペース的には物足りないんですけれども、この次の1番で座布団ミラメ、まさかの2匹をね目指して一攫千金を狙いたいと思います。寒いな。集中してやっていきます。でさっきはですね大島の東側を北東に進みましたけれども、それと反対にちょっと100メートルぐらい離して漕いでいきたいと思います。でちなみにこれから南西に進むんですけれども、今のね潮は四季潮といいまして、ちょうどですねこの場所だと北東から南西に向かって潮が行きます。なのでこの1番は追い潮ということですね。で前の動画でも説明したと思うんですけれども、潮に向かって漕ぐよりも潮なりに漕いだ方がですねこの漁に関してはですね有利なので、1番目よりは2番目の方が、今漕いでる方がちょっと有利な状況です。なのでその辺もお楽しみにいただきながらですね、この2番網をね上がってくるまでお楽しみくださいということです。それでは長々と話しましたけれども、20分後飛ばします。早速ねこれから上げていきたいと思います。よし、完了しました。さあ、そしたらね勝負の2番網早速上げていきたいと思います。よし。
さあ上がってきました。時給2万円を目指した今回の量どうなるんでしょうか。一度説明しましたように今回は潮なりに漕いでるので今回の方が有利です。来い。お、いましたね。早速ですね、見えたのが黒鯛、チヌですね。これ冬になったらね、めちゃくちゃ美味しい魚です。ただ、安いんで、キロあたり200円ほどなんで、1.5 キロだとしたら300円か。1匹で300円です。さあ、それでは漁師目線カメラで見ていきたいと思います。下ビラメがいますね。1匹100円ぐらいですね。さあ、捜索を進めていきます。こういったですね、ウミケムシもよく取れます。ウミケムシ。素手で触るとね、めちゃくちゃ痒くなって痛いんで気をつけてください。なんかこういったのもいましたね。結構ね、ブヨブヨして柔らかいです。なんか釣り餌とかに使えそうですね。こういったですね、ちっちゃい下ビラメも取れるんで、急いでリリースしながら捜索を進めていきます。こういった白ゴチもリリース。あ、いましたよ、皆さん。私の動画でね、何度かご紹介させていただきましたけれども、顔とかですね、口の気持ち悪さがカメラに映ってるかどうかわからないんですけれども、これは赤魚という魚です。赤魚。でね、赤魚と言いましても、スーパーでよく売られている赤魚ってあるじゃないですか。あれとはね、違う赤魚です。というか、さっきのエイリアンがですね、本来、標準和名の赤魚だそうです。ポッカレモンが上がってきましたね、ポッカレモン。さあ、低生生物ね、いろんなのが取れるんですけれども、これはサルエビというエビです。美味しいですよ。さあ、これも 300g ぐらいあるので、300円ぐらいですね。こういった下ビラメを取りつつ、捜索進めていくんですけれども、これはリリースやな。さあ、狙いはですね、一応ヒラメなんですけれども、未だに姿見せません。あ、コイがいましたね。ちょっとちっちゃいですけど、300g ぐらいかな。300円ほどですね、300円。これはエバラ、黄金のタレですね。ちょっとペース的にですね、下ビラメも少ないかもしれません。危ない、今気づいた。ここにオニオコゼがいました。気をつけてくださいね、皆さん。さっきのオニオコゼはね、ちっちゃいのでリリースしました。あ、下ビラメもなんか少ない気がしますね。あ、またおった。これもリリース。葉っぱ食べてるな。さあ、下ビラメね、これぐらいは集まったんですけれども、少ないな。もうですね、ちょっと早いんですけど、マジこれ少ないな。捜索活動は終了です。この下ビラメで終了。さあ、不本意ながらですね、早くも結果発表ということなんですけれども、早いな、本当に下ビラメ。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、前回より半分ぐらいじゃないかな。重さにしますと、ざっくり2キロですね。2キロ、もし500円したとしても1000円です、1000円。で、コウイカも1匹でしたよね。コウイカ1匹300円。で、チヌ1匹300円。合計1600円ですか？マジか !1600 円？やば。30分で1600円取れました。で、経費が1000円ほどと計算しますと、30分で600円の粗利です。ということは1時間で1200円の粗利です。やばいな。1200円、時給1200円です。ちょっと衝撃的ですね。1番目は確か5000円ですよね。時給5000円だったんですけれども、この2番に限ってはですね、時給換算しますと、1200円というですね、トントンと言いますか、稼ぎないですね。やばい。それほどですね、今年のこの戦車コギ網漁っていうんですけれども、この漁、悲惨な状況ですね。ちょっとですね、あまりにも、差がありすぎてですね、尻すぼみすぎる動画となってしまうので、おまけと言いますか、ちょっと泣きのもう一番やらせてください。で、網をやるシーンはもう何度も映してるんで、早速、30分後に飛ばしたいと思います。泣きのもう一番ご覧ください。
さあ3番目をこれから上げていきます。この3番目はですね、大島の東側を、東に向かってちょっと南ですねに向かって漕いできました。漕いだ時間は25分ほどですということで、さあ漁獲物を確認していきましょう。さあ一発逆転来い。もう一つ。さあ確認していきましょう。1番目はですね、時給に換算すると5000円、そして2番目はですね、時給1200円でしたっけ。そういった感じになっているんですけれども、果たしてこの3番目は。さあ上がってきまして、これがですね、ナシフグというフグですね。ナシフグ、小細フグにめちゃくちゃ似ています。でこの2匹で重さは 150g ほどなんで、ちょっとねちっちゃいので 1kg1000 円ぐらいと考えまして、 150g だと150円か。この2匹で150円です。ナシフグ。さあ下ビラメはねちゃちゃっと拾っていきます。この手鍵もですね、オニオコゼだったりエイですね、エイがいたりするので、こうやってですね、直接手を持っていかないようにしているんですけれども、使い慣れるとですね非常に便利です。先ほど見てもらったように下ビラメがこの山から出てきても、こんな感じでひょいっとですね使い慣れるととても便利です。さあもう3番目なのでちゃちゃっと見ていきますと、これは 300g のコウイカなので300円ですね。さあちょっと立ち位置変わりまして、下ビラメをどんどん捕獲していきます。こういうですねエビも入ったりします。売り物にはなりますけれども、これ1匹で換算してもめちゃくちゃ軽いものなので、あまりお金にはなりません。この辺ちょっとこのオニオコゼが多いかもしれないですね。これはちっちゃいので逃がしていきます。さあもうほぼ終わってしまったんですけれども、下ビラメの数的には20匹ぐらいもうすでに取れたんじゃないでしょうか。重さは果たしていかがなもんなんでしょうか。オニオコゼがいるんですけれどもね、ちょっとねちっちゃいんですよね。取るか取らないか微妙なとこなんですけれども、逃がしましょうかね。これぐらいだったら。おお、オニオコゼめっちゃおる。これだったら大きいので取っていいと思います。オニオコゼ2匹で、危ないな。さあ2匹でどれぐらいするかな。 400g ぐらいあるかな。はい、だいたい 400g です。ざっくりです。ざっくり1000円としましたら400円です。オニオコゼ危ない。さあ下ビラメはですね、ざっくりこれぐらい20匹ぐらい取れました。重さは、3キロでした。で3キロで1キロあたり500円なので1500円です。少ないな、めちゃくちゃ少ない漁獲です。ということで今回のおまけ付きで3番しましたけれど、1番網が時給にすると5000円、2番網がまさかの1200円、そしてこの3番網、時給にすると2000円ですかね。2000円という結果です。これをですね見てもらった皆さんに楽しんでいただけるような動画、どんどん作っていきたいと思うんで、ぜひですねチャンネル登録していただけたら私の活動の励みに なりますので、ぜひチャンネル登録お願いしますということで、今回の漁は終わっておきます。これから帰ってですね、今日取った下ビラメだったりコウイカ、その他諸々の魚を売る作業をですねしたいと思います。ではまた次の漁でお会いしましょう。バイバイ。期待外れでした。ごめんなさい。よいしょ。うわ最悪です。いつもですねこのメインは iPhone のカメラで撮ってたんですけど、この三脚がですね壊れてしまいました。